はい、YouTube をご覧の皆様こんばんは。アトピー専門治療院です。よろしくお願いします。今回のテーマなんですが、アトピーの新薬で、デュピクセントっていう、薬があると思うんですけども、この薬がですね、承認されたのが2018年の1月に初めて、承認されまして、で2018年の4月に、臨床で、使用開始許可が得ました。で最近少しずつ注目を浴びてきていると思うんですけども、よく YouTuber でもデュピクセントを使って治ってますよとか、そういう動画を上げている方がいるんですけども、果たして、2年経った今実際にその、有効性とか副作用とか一体どうなってるのかなっていうのが、いろいろ皆さん気になると思うんですけども、ちょっと今回ですね、独立行政法人の、医薬品医療機器総合機構というところがですね、デュピクセントの有効性と副作用についていろいろ調べましたので、それを皆さんに、共有したいなと思います。この情報はインターネットでも、情報落ちてますんで、もし興味のある方がいればまた言っていただければ情報を提供させて、では実際に、2年経った今、その有効性と副作用についてちょっとまとめたデータがありますんで、これを発表させていただきます。こういう新薬って結構ドクターっていうのは興味示すし使いたがるんですね。実際にこれが本当にアトピーに対して効果があるのかどうかっていうのは実際に使ってみないとわからないので、ドクターはこういう新しい薬っていうのはどんどん患者さんに処方したがるんですよ。で実際に皆さんが気になっているその検証結果なんですけども、これ実はですね面白い結果があります。上から3行目に、アトピー性皮膚炎、患者における本剤の製造販売後の安全性情報について国内において市販後2018年の4月23日から6月22日、約2ヶ月間ですね、に報告された副作用は29例38件ありましたと。2ヶ月で38件の、訴えがあるんですね、いろいろ。で実際にこれ38件で書いてるんですけども、2ヶ月で今だいたいもう2年経ってるじゃないですか。2年経ってじゃあ実際どうなのかっていうのはこの下のデータがあるんですね。左の表が喘息で右の、表がアトピー患者、左はいいですね。右だけ見ましょう。アトピー性皮膚炎の患者さんに対して、ちょっと見にくいんですが2484人のアトピー患者に対してデュピクセントを使いました。で実際どうだったのか、その効果のほどは書いてないんですけども、ここではそうですね、有害事象なんか不調を訴えた、症例に関してまとめています。2480人のアトピーの人に対して、1864人ごめんなさい、1920人の方が不調を訴えています。確率的に 77% ですね。77% の確率で不調を訴えていると。でその中身を見ると、2484人の人に対してアトピーの人に対して2人が死亡してます。で842人の方が副作用を訴えています。過敏症の方は23人訴えています。アナフィラキシー反応4人の方が訴えています。あとは感染症がですね、これすごいですね、1236人の方が感染症の症状を訴えている。結膜炎、これよく聞きますね。なんか目が痒くなったとか痛くなったとか、結膜炎の方が337人の方が訴えてます。でこうやってみると、やはり、デュピクセントも薬だなと思いますね。薬ってやっぱり何らかしら副作用とかいろんな症状を引き起こすので、少なくともやっぱり危険な薬だなっていうのはこのデータからしてわかるかなと思います。でまた別の動画で発表しようと思うんですけども、デュピクセントって何をしてるかっていうと、その免疫を正しているわけですよね。そのヘルパー T 細胞っていうのが、TH、TH1、TH2 っていうのが分かれてるんですけども、要は TH2 の方が暴走してるわけですよ。
でこの暴走している Th2 の細胞を抑えているわけですね、そのデュピクセントという薬が。でその Th1 と Th2 のバランスを保ってるだけなんですけども、言ってみればこのデュピクセントの薬をやめてしまえばまた Th2 細胞が暴走するわけですよ。なのでこれはあくまでも対処療法に過ぎないんですね。個人的にはですね、こういうデュピクセントっていう薬が今はいいかもしれないんですけども、まだその実績がまだ少ないから、でも、ゆくゆくはまたステロイドみたいな感じでその慢性化した患者さんをずっと生み続けるのではないかなというのが、個人的に心配しています。デュピクセントを使われている方、決して使うなとは言わないんですけども、こういうデータとかいろいろ調べていただいて、注意しながら使っていただいた方がいいんじゃないかなと個人的に思います。今回のテーマはデュピクセントの副作用についてでした。ありがとうございました。